はい、こんにちは。画家の塚明則です。今回は墨流しをやってみようかなと思います。墨流しって、マーブリングみたいな技法で、墨を使って流水模様っていうのかな、そういったのとかを作る技法なんですけど、それをちょっとやってみようかなと思います。で、僕、特に今までやったことなくて、今回ちょっと初めて挑戦です。なのでね、ちょっと下手くそですけど、そこら辺はご容赦いただいて、これを参考にね、皆さんもやってもらったり、僕も、これを糧にね、ちょっともうちょっと進歩させたりとかできたらなと思ってるんで、まあ、ご一緒に学ぶつもりでやってみようかなと思います。やってみようかなと思います。はい、ではちょっと準備をしていこうかなと思います。まあ、普通にすずりで墨をすりますね。で、骨書きとかって墨の量ってわずかだから、すごく少ない量なんですけど、今回、ね、水に流す感じで使うので、ちょっとね、多めに作った方がいいんじゃないかなと思います。はい、墨がすり終わりましたので、あと準備するのが、こちらは竹串になります。まあ、綿棒とか筆でもいいです。で、あともう一つ、テレピン、これを使っていこうかなと思います。はい、では、ちょっとやっていこうかなと思います。で、今ね、墨を筆にたっぷり含ました状態ですね。で、これと、テレピンをつけた竹串を使っていこうかなと思います。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、適当ではあるんですけど、こんなもんでね、で、これをね、和紙に移していこうかなと思います。よいしょ。これ、雲肌和紙ですね。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じになりましたね。よいしょ。こんな感じの模様ができました。で、これをね、また乾かしてみようかなと思います。はい。さっきね、雲肌和紙の動作引きの紙にやったんですけど、今度、生紙に染めてみようかなと思います。よいしょ。お
とずらしてみようかな。よいしょ。じゃあちょっと生紙にこっちにか。よいしょ。はい。余分なのを落として、よいしょ。はい、じゃあね、これで一回乾かそうかなと思います。はい、乾燥したものができました。こっちが雲肌マシの動作引きのやったやつでね、こっちが黒谷の8問目かな、動作引きじゃない紙の方をやって、まあ、模様の移り具合としては、どちらもそんなに大きな差はないかな。動作引きでも、生紙でもしっかりと模様は移るということになります。で、模様の崩れ具合とかはね、多分っていうか、模様の崩れ具合とかは熟練度があったりとかするんで、僕は墨流しでも初めてなので、もっとうまくやるためにはちょっと練習必要かなっていうところですね。でね、この紙をベースにね、この上になんか絵を描いたりね、まあ例えばせっかくの水の模様とかなんでね、お魚描いたりとか、そういったのとかでもね、すごくいいかなと思いますね。紙も前もってね、染めたりとかするとね、すごくいいんじゃないでしょうかね。はい、以上になりました。僕は、最初に言ったようにちょっと初めてなんで、模様の作り方が、ちょっとやっぱり下手くそですね。上手い人はもうポン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 模様を作っていく感じで。で、テレピンをつける側の竹串ですけど、それ、テレピンつけすぎたら、今度、追いたつみが表面に浮かなくて、下に沈んだりとかしやすいんですよね。なので、そういった加減っていうのかな。そこら辺とかは、やっぱり、ある程度練習が必要だと思うし、この他、テレピンじゃなくても、例えば、頭皮とか顔の油とかでもできるんですよね。そこら辺、綿棒とか使ってやった方が、意外と調整がつきやすいっていうご意見の動画もね、見たこともあるし。で、椿油とかもできるんですけど、椿油はちょっと、油としてはちょっと強すぎるのかな。水にちょっと溶けやすいっていうか、すぐ墨が水に溶け出すようになっちゃうんですよね。そのテレビにつけすぎたみたいな感じで。水の表面張力壊しちゃうみたいなところかな。詳しくはわからないんですけど、そういったところがあるみたいなんで、その使う油の種類と油の量、そういったのとかをね、調整してやってみるかなと思います。日本語やってる方で、例えばテレピン日本語で使うの少し抵抗があるって方はね、他の椿油だったりとか、あと人の油とか、そういったのとかね、使ってやってみるといいかなと思いますね。で、流水模様とか作って、で、流水模様もね、職人さんとかはね、綺麗な模様を作ってて、崩し方が綺麗っていうのかな、ちゃんといろんな道具使って、幾何学模様に作ったりとかしますからね、そこら辺、そのぐらいまでね、上手くなりたいって方とかはね、やっぱりいろいろと研究していいかなと思いますね。この動画はね、まず第一歩みたいなところで捉えていただけると嬉しいです。ではね、今回これまでになろうかなと思います。またこの動画がよろしいと思ったら、チャンネル登録、ご評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。